皆さんと一緒にいわゆる麹菌、麹カビそのものについて一緒に考えていきたいと思います。僕もそうだし、うちで働いている若い人たちもそうなんですけど、酒造りについて勉強を始めて、まず麹について勉強を始めるとですね、最初よくわからないんですよね。例えば農業とか米とか精米するとか米を洗うとかっていうのは簡単に想像つくんですけど、なんですか、麹作りって何なんだろう。で、麹からできた米麹って何なのってなるとですね、結構難しいんですが、その辺のところをですね、この後パワーポイントを使いまして皆さんと一緒に考えながら、麹の説明をしたいと思います。で、この説明を聞いていただきますと、麹が怖くなくなります。そして、飲みに行った時、もしくは日本の伝統的な発酵食品について考える時、麹の話を知っている皆さんは、ヒーローになれるんじゃないかと、酒談義のおそらく中心に入れると思います。そんな話ですので、ぜひちょっと勉強を一緒にしたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは麹について、話したいと思います。今日のことよく聞いておいていただけますと、飲み行った時にお客さん、友達たちにいろいろ楽しい話ができますので、ぜひよく聞いてください。ここにあります麹、麦片を使った麹と、米片を使った麹と2つありますが、これ全て同じ意味ですね。麹と呼びます。で、どちらも使っていますので、一瞬紛らわしいと思うと思いますが、同じものでございますので安心してください。で、米麹作りとはですね、麹カビを米に繁殖させて米を分解する酵素、英語ですとエンザイムと言いますが、酵素を作らせることを言います。で、この酵素とはどういうものかと言いますと、生体で起こる化学反応に対して触媒として機能する分子であって、タンパク質でできているものです。要は、仕事をしてくれるタンパク質だということになります。なんか不思議なものですね。後ほどまた説明していきたいと思います。ちょっと話が飛びまして、皆さん口上酒というのを聞いたことあるでしょうか。昔お酒は口で噛んで作ってたというのことを聞いたことあると思いますが、この口上酒というのは米や穀物や芋類、木の実などを口に入れて噛み、それを吐き出して溜めたものを放置して作るお酒のことだそうです。最近ですと、ちょっと数年前にですね、映画で君の名はというのがあったと思います。皆さん中でですね、三葉さんの口上酒のシーンというのがすごく衝撃的だったと思いますが、我々唾液の中にはですね、先ほど言いました酵素、エンザイムがありますので、この唾液の中のエンザイムをうまく使ったのが口上酒ということになります。でも皆さん口上酒飲んだことないと思いますね。私も全くありませんが、では日本ではですね、大昔口上酒でお酒を作ってたんだということが、実は現在我々が使っている漢字を見るとよくわかります。それがこの醸というですね、漢字でございます。これは本醸造とか、いい雰囲気を醸し出すとかっていう時に使う言葉なんですが、お酒を作るという言葉の漢字になります。で、これは古代日本では中国の漢字を使って、当時中国語は音読みで醸だったということがわかります。それに対してですね、古代の日本語、今も使っていますが、この醸に醸す、醸し出すという仮名を我々は振っています。これは醸し出すの語源はですね、噛んで出すというふうに言われておりまして、大昔我々日本人は噛んで出せばお酒ができるんだということを、知っていて、言葉として使っていたということが分かります。ぜひ飲み行った時に隣の人に話してみてください。すごく受ける話になると思います。なので、続きましてですね、では麹菌はどこにいるのという、不思議ですよね。大昔から使っているわけですから、どこにいるんだろうというところなんですが、実は田んぼにいます。現代の農業ではですね、稲麹病というお米に生えるカビの病気として知られているんですが、実はここの稲麹病で生えるこのカビがですね、この緑色のごちゃごちゃとか黄色くごちゃごちゃっとしたものですが、これが実は麹の原型と言われています。ちなみに納豆菌も田んぼにいるんですよね。これはまた納豆を本格的に作るときは藁を使うというのに、こういうことが分かります。続きましてですね、では米麹というのはどういうものかと言いますと、ちょっと作るところは今回はちょっと簡単に説明しまして、
写真の中にあるですね、緑色の物体、これがお米に生やした、麹カビですね。この麹カビを、隣の蒸したお米に麹の胞子をかけます。そうしますとですね、麹の胞子はですね、麹はカビですので、植物ですから、そのお米を土壌というか土に見立てて、そこで繁殖しようとします。その繁殖しようとするときにですね、麹カビはですね、目の前のお米を食べるためにアミラーゼやプロテアーゼというですね、酵素、エンザイムを作ります。で、そのエンザイムを使って自らお米を分解して食べるという行為をして繁殖していきます。で、その時に我々麹を使う仕事としてはですね、麹菌の作るアミラーゼやプロテアーゼというですね、酵素が欲しいんですね。それで麹作りという形で麹菌を培養します。これがですね、左側がもともとの白米、それに対して右側が約3日かけて作るんですが、出来上がった米麹ですね。このモコモコっと生えたところにアミラーゼやプロテアーゼがたくさんあると。で、麹菌が我々欲しいわけじゃなくて、麹菌の作ったアミラーゼやプロテアーゼの力を酒造りや味噌作りに使うということになります。唾液と同じような役割をするというふうに思ってください。続きまして次の写真がですね、拡大顕微鏡を使って、これは種麹屋さんからもらった写真預かっている写真なんですが、米から白いの生えてますよね。で、その先についているのが麹カビの胞子ですね。で、白いスッと伸びているのが芽が出ているような状態で、このことは燃えるとかもやしとか言いますね。もやしというのは大豆の芽が出たものを言うんですが、実は植物が芽を出したところを一律燃えるというふうに言いましてですね、これは麹菌のもやしの写真と先についた胞子ですね。これが次が拡大図になります。では、麹菌の働きというのはどういうものかといいますと、先ほど言いました自らの繁殖のために酵素を作り出すのが麹菌の働きなんですが、実際麹菌の作った酵素はですね、お米の中にありますでんぷんをブドウ糖に分解する力があります。それからタンパク質をプロテアーゼという酵素を使ってアミノ酸に分解する力がありますね。このでんぷんとタンパク質をブドウ糖とアミノ酸に分解する力を使って我々は酒や味噌を作っています。続きまして、ここに3つの色のですね、これお米についたカビなんですけど、これ麹菌ですね。一番上のものがこれ緑色に見えますが、気麹菌と呼んでいるもので、主にアミノ酸を作るその麹菌なんですが、日本酒や味噌、醤油、甘酒などに使われているものです。で、下の黒と、白っぽく見えるものはこれは黒麹菌と白麹菌といいまして、芋焼酎や沖縄の青森を作るときに使われているものです。続きましてですね、日本の、調味料の話をしたいと思います。よくさしすせそというと思いますが、このさしすせその出てくるですね、お塩以外はすべて麹由来になります。さは酒、すは酢、せは醤油、そは味噌ということになるんですが、これの関係性と麹の話を、したいと思います。左上にこの先ほど説明しました米麹がございまして、このモコモコっとした麹のところにアミラーゼやプロテアーゼというですね、酵素がたくさんあるというこの麹を使いますと、まず米麹と水でこれ甘酒ができます。アミラーゼの力を使ってでんぷんを糖分にしてそれを楽しむ甘酒ですね。それから米麹と大豆塩ではお味噌ができます。それから小麦と大豆と麹菌の力を使って醤油麹を作ってそれを食塩水の中で発酵させますと醤油ができます。続きましてですね、これは我々やっている仕事なんですが、米麹とお米そして水で発酵させますと純米酒ができます。この純米酒に対してこれの中にですね、酢酸菌というものを入れて酢酸発酵させますと純米酢ができます。
これ結構我々酒蔵にとっては怖いもので、保管していたお酒が酢酸発酵してしまいますとお酢になってしまいますので、これは我々酒蔵にとっては気をつけなきゃいけないことですが、お酢はそうやって作ります。それからこの純米酒をですね、蒸留という形でアルコール分をうまく取り出して作ったお酒が焼酎になります。でこの焼酎を使って米麹ともう一度お酒を作りますと、今度は甘いお酒、みりんができます。こういった形でですね、米麹を使って甘酒、味噌、醤油、純米酒、そしてお酢、焼酎、みりんとですね、米麹で作ることができます。先ほどのさしすせそに戻りまして、お塩以外はすべて麹由来でできる、これが日本の調味料の発酵文化としての調味料の偉大なところでございます。ちなみに通常さしすせそといった時の「さ」はですね、砂糖を指す場合が多いんですが、お酒というふうに酒ということで我々は理解しております。以上、麹についてです。以上パワーポイントを使いました泉場酒造なりの分かりやすい麹の話をしてみました。いかがだったでしょうか。この後ですね、今度は実際の麹作りは現場でどんな感じでやってるのとかっていう話をしたいと思います。これはですね、泉橋で使っている麹蓋というですね、木の小さい箱が出てきますので、これに関してはですね、動画うちの社員たちが作ったのを見ましてですね、そのまんまうちの会社の麹の作り方の製造上のですね、教科書の一つになるような立派な動画ができておりますので、ぜひ楽しみに見てください。以上でございます。ありがとうございました。